はい、どうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回は手の書き方第2回、手の書き方レベル1、手を簡単に書くコツということでお話ししていきたいと思います。前回はむしろ手が書けなくなる間違った手の書き方6選ということで、手を五角形で捉えることでむしろ手が書けなくなるというお話を中心に、皆さんがやりがちな間違った手の書き方について解説しました。この動画に関しては思った以上に反響が大きくて、五角形の書き方にまんまと騙されていましたとか、五角形の書き方動画を参考にして迷宮入りしていたのでとても助かりましたといったコメントをたくさんいただきました。2回目の今回は手の書き方レベル1ということで、皆さんが手をうまく書けるようになるための秘訣を初心者の方でも書けるようになるべく分かりやすく解説していきたいと思います。今回のレベル1を最後まで見ていただければ、今までよりもっとうまく手を描くためのコツと、手を描くときに重要なポイントが分かっていただけると思いますので、自分の絵のクオリティをもっともっと高めたいと考えている人はぜひ最後までお付き合いください。それではやっていきましょう。ということで、まずは手の描き方レベル1からやっていきたいと思います。絵を描くとき最初の大切なステップは、構造を考えて単純化するということになります。手の場合はどのように単純化して書くのがいいのか、いろいろな書き方があると思いますが、ここでは僕なりのアプローチの仕方についてお話ししていきたいと思います。手は3つのブロックからできている。手は大きく分けると3つのブロックに分けることができます。1つ目は手のひらのブロック。2つ目は4本指のブロック。そして3つ目は親指のブロックです。よく手のひらは五角形で考えて、親指はこの位置から書くんじゃないのという人がいるんですけど、親指を内側に曲げたとき、手はこんな感じになりますよね。ですので、この三角で囲んだ部分は親指のブロックとして考えます。手のひら側から見た場合、この母子球群も親指と一緒に動くので、ここも親指のブロックとして考えてください。ということで、まずは手はこの3つのブロックからできているということを覚えておいてください。それではこれを踏まえて手の書き方レベル1をやっていきたいと思います。手の書き方レベル1。まず手の甲の部分ですが、こんな感じの四角い瓦型で考えます。正面から見るとただの四角い図形に見えてしまいますが、どんな角度からでも描けるようになるためには必ず立体として構造を考えるようにしてください。次に指を足していきます。指の長さは一番長い中指がちょうど手のひらと同じ長さになるように描くのが一般的ですので、手のひらの真ん中にこんな感じで基準となる線を引き、手のひらの指の付け根部分をこんな感じで4等分して一本線で指を描いていきます。指の長さは一番長い中指を基準に、薬指、人差し指、小指と少しずつ長さを短くしていきます。次に親指を描きます。先ほど説明したように親指は手の付け根から動きますので、こんな感じで描いていきます。これに中手骨と背側骨間筋が作る三角形のシルエットを描いて、さらに手の水かき部分も分けて書き加えるのが正解なのですが、ややこしくなるのでレベル1ではまとめて一つの三角形として考えます。これでレベル1の手は完成です。ここで特に重要なのは手の瓦型と親指の関係です。手を描くとき、この関係性が分かっていないと、いろいろな角度から見た手を描くことはできなくなってしまいますので、この部分をしっかりマスターするためにも、次の章ではいろいろなポーズの手の写真を使って、手の瓦と親指の関係がどうなっているかだけにフォーカスを当てて解説していきたいと思います。写真から手の瓦と親指部分を割り出す。それでは実際の手を使って手の瓦部分と親指部分がどうなっているのか確かめてみましょう。まずは斜めから見た手の場合。手の瓦型の立体はこんな感じ。本来なら指の付け根はアーチ状に描くのですが、描き方がややこしくなるので、この段階では分かりやすく四角で描いていきます。親指部分は手のひらの付け根から伸びて、水かき部分によって三角形が形成されているのが分かりますよね。次は奥に向かう手。手の瓦型の立体はこんな感じ。小指を曲げると瓦のアーチは強くなります。親指を外に開くと三角形の部分が大きく見えますね。次は手前に迫ってくる手。手の瓦型の立体はこんな感じ。小指を反っている分、先ほどと比べて瓦のアーチが直線的になっているのがわかります。親指と三角部分はこんな感じ。
小指側から見た場合、4本指の付け根が山なりになっているのがよくわかります。親指を前に出しているので母指球が膨らんでいるのがわかりますね。最後はグーにした場合、一つの塊になっているので手の瓦がわかりにくいですが、こんな感じになっていることが推測できます。手の付け根から生える親指と三角部分、母指球筋群はこんな感じで確認できます。という感じで、まずは皆さんも自分の手を使って手の瓦型の立体と親指がどうなっているのか観察してみてください。いろいろな手を描いてみよう。それでは実際にいろいろなポーズの手を描いてみたいと思います。まずはこんなポーズの手から。最初に手の瓦型の部分を立体で描きます。指の付け根が見える場合、こんな感じで4等分しておきます。そこから指を1本線で描いていきます。親指は手の付け根から描いて三角部分を足してあげます。これでレベル1の手は完成です。手に見えないかもしれませんが、構造をつかむための練習ですので大丈夫です。もし描けそうなら手の簡略化を意識して写真を見ながら完成まで描いてみてください。次はこんなポーズ。こちらも手の瓦型から描いていきます。瓦のアーチを意識してみてください。親指は手の付け根から伸ばして三角部分を足してあげます。あとは4本指を1本線で描いてあげれば完成です。こちらも余裕があれば写真を見ながら立体がどうなっているのか、表面的なシェイプにとらわれずブロックを強調して描いてみてください。今度は手を握ったポーズ。こちらも手の瓦を最初に描いて、この場合描きにくいので指のアーチを足しちゃいましょう。親指は見えないので4本指を1本線で描いてあげれば完成です。余裕があれば写真を見ながら完成させてみてください。今回はレベル1ということで、やってもらえれば誰でも描けるようになる非常に簡単な手の描き方をご紹介しました。こんなシンプルな方法で本当に手が描けるようになるのと思うかもしれませんが、これがしっかり理解できていないと複雑なポーズの手やいろいろな角度から見た手を描くときにうまく描けなくなってしまいますので、手がうまく描けるようになりたい人はまずこの描き方でいろいろな角度の手が描けるようになるまで何度も練習してみてください。今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。